2023年新型 N ワゴンカスタム L ターボデビュー。1、いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。部品紹介と組み立て。オプションカプラーです。差し込み位置を示す説明書やヒューズがついています。電源取り出しは4種類。常時電源プラス B、 アクセサリー電源 ACC、 イルミネーション電源イルミ、イグニッション電源 IG2 です。シガーソケットです。直つなぎをせずこれを介します。後部ドラレコとレーダー探知機は2分岐を使って大きなものもあるのですがコンパクトを選びます。このようになります。フットライトブルー回路です。事前に長さ調節とヒューズをつけています。非常に小さいですが明るいです。助手席側は最後に長さを決めて接続します。ヒューズに分岐のギボシをつけました。この形で当該コネクターに差し込みます。ACC ラインです。そして分岐のギボシにシガーソケットをつなぎます。曲線を間違えないようにチェックしてつなぎます。差し込みは硬いのでよく確認して中途半端にならないように行います。分岐には予備のソケットを差し込めるようにしておきます。イルミ用のヒューズです。カプラーにヒューズがありますがさらに全ての前段に設けます。助手席側イルミは長さを決めてハンダと熱収縮チューブでつなぎます。分岐用のコネクターです。もう一度全体的に接続を説明します。接続コネクターは前述の通りですがつなぐ前によく確認します。色分けされていますが黄色以外はよく確認します。表示がついていると非常に助かりますね。イルミ用ヒューズです。ここにつなぐだけでライトオンで点灯します。一番最後に点灯試験をしています。ACC 回路をつなぎます。シガーソケットにはドラレコとレーダー探知機をつなぎますが後部ドラレコをつなぐので全部ドラレコは直でつなぐことにします。
常時電源 B プラスです。全部ドラレコはこれがないと駐車監視ができません。レーダーに金具を合わせてみます。このように取り付けて一番受信が良いフロントガラス上部に貼り付けます。オプションカプラーの取り付け。ヒューズボックスです。ケーブルの影右上のこの部分に差し込み口があります。ここです。付属のヒューズを下から2段目、左から2つ目に差し込みます。全部ドラレコとレーダー探知機の移設。印刷した台紙を使ってレーダー探知機用の金具を作ります。1ミリのアルミ板です。台紙を貼り付けています。線に沿ってカットします。1枚しか使いませんが、失敗を考えて数枚カットします。曲げやすくするためカッターで軽く2本切れ目を入れておきます。フロント側ドラレコとレーダー探知機はこのように設置して、配線は A ピラーを通しています。金具は黒に塗装して配線のコーナーにクリップを貼り付けています。これで目立たなくなりました。外側から見ても違和感はありません。後部ドラレコの移設。後部ドラレコです。ガラスと枠の間にケーブルが入る隙間があります。両面テープを貼り付けたケーブルを押し込み固定していきます。ガラスの下端まで来たら下の内張りを剥いで中に入れます。ケーブルがここまで来たら内張り内部に巻き溜めを作っておきます。ケーブルが遊んで音が出ないように軽く結束しておきます。引き続きゴム蛇腹に向けて配線を通します。中から窓枠の内側を通って上部のゴム蛇腹まで配線を通します。蛇腹を外してケーブルを通します。このカバーを外すためにゴムを剥ぎます。ゴムを剥いでカバーを引っ張って外します。カバーはぼっちで止まっているだけです。ゴムパッキンは引っ張れば簡単に外れます。
カバーを手前に引っ張って外し、隙間を作ります。これでここまでケーブルを通線できます。ケーブルを下回しで配線することも可能ですが、上回しが簡単です。ケーブルをここまで通線したら、後部ドアのゴムパッキンを剥いで、通線工具でそちら側にケーブルを出します。あとは順次フロント A ピラーに向けてケーブルを送っていきます。床回しはカーペット下の配線が必要なので、この方が簡単です。ここを手前に引くと簡単にカバーが外れます。通線工具を使って A ピラーから運転席下部まで通線します。後部から A ピラーまではゴムパッキンを外しながら配線します。ここから隣まで通線工具を使います。ここまで来たらあともう少しです。ブルーフットライトの取り付け。運転席側のフットライトはこの場所に貼り付けます。助手席側のフットライトはこの場所です。このようになりました。明るすぎず暗すぎず良い感じです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。